武蔵嵐山駅に来ています。今回はここから続100名城の一つ、杉山城を訪ねます。はい。ではね、地図でルートを確認していきましょう。現在いる場所がこちら、東武東上線の、武蔵嵐山駅東口になります。そして今回、目指す場所ですね。目的地が、こちらですね。杉山城がこちらになります。ここは駅ですね。そして、目的地がここになりますので、かなり離れています。駅前にね、タクシーが止まってますので、歩くのが苦手な方はね、タクシーを利用される方が良いかと思います。はい。私はね、歩いていきます。はい。で、ルートなんですけれども、行き方はね、いろいろあるんですが、私は今回はですね、この駅前からですね、この線路沿いの道をずっと歩いて、こちらに公園があるんですけども、こちらの公園を右折しましてですね、進む道を選びたいと思います。で、途中にね、こちらに嵐山町役場というところがあります。で、ここをね、に寄っていきたいと思います。で、ここでね、100名以上のスタンプを押すことができます。はい。そうしましたらね、今度はここの道を横断するような形で、こちらの道に出まして、そして、ここですね。ここに信号がありますので、ここを左折しますと、こちらに釈禅寺というね、お寺が見えてまいります。はい。で、ここのね、奥に杉山城があります。所要時間がですね、合計すると大体1時間ぐらいですかね。1時間ぐらいを見込んでおけばよいかと思います。はい。では早速行ってみましょう。嵐山町役場が見えてきました。スタンプはね、ここで押すことができます。そしてこちらが反対側から撮影した映像です。城壁に囲まれた鉄壁の山城という印象ですね。下の道へ降りて直進すると杉山公民館が見えてきます。ここを左折します。さらに直進すると杉山城大手入り口の案内表が見えてきますので、この脇道を入っていきます。そして釈禅寺の横を抜けまして案内表通りに進んでいきます。坂道を登っていきますと、大手口に到着いたします。はい、ここがね、杉山城のスタートになります。はい、ではね、早速進んでいきましょう。まずここがね、出車、つまり正面口に設けられた補佐的な区画のことです。そして先に進みますと、大手口ですね。大手口というのは正面口のことです。脇の切り口がね、かなり深いですよね。そしてここが外車ですね。前に見えているのが、馬出し車になります。馬出しというのは出入り口に設けられた防御施設のことです。このようにね、高さを設けて敵の侵入を阻みました。そして堀を渡ったところが馬出し車ですね。この右に見えているのが南山の車。そして左の通路が馬踏みと呼ばれるところです。敵が侵入してきたときにここから攻撃を加えます。この堀の部分がね、ジグザグになっているのがわかるかと思います。このように車や土塁を折り曲げて、そこから一斉射撃する方法を予後屋係と言います。
でこの南3の車から南2の車へ抜ける途中がクランクになってますよね。これをね、食い違い小口と言います。ではここからね、井戸車へ行ってみましょう。ここはね、井戸があった場所ですね。当然水は貴重なものでしたから、守りやすい位置に作られています。周りはね、切り岸に囲まれています。ではここから本車へ向かいたいと思います。こちらが本車、いわゆる拠点となった場所ですね。ここ杉山城は築城主不明だったんですが、おそらく山内上杉氏ではないかと考えられています。では北の車へと足を伸ばしていきましょう。右に見えるのが先ほどの本車なんですが、V 字型にね、車を切っているのがわかるかと思います。車と車の間の大きな堀切りがありますね。そしてここから先にさらに進むと絡め手口、つまり裏門に出ることができます。ここから東車へ向かいます。そして U ターンするとね、この切り岸の様子がよくわかるのではないかと思います。建物がないのでね、イメージはしづらいかもしれませんが、こういう角度でね、車を見ると、なんとなく王子の様子が想像できるのではないでしょうか。また大手口に戻ってまいりました。小口とかね、馬出しとか横屋係とかね、切り岸とか、いろんな用語が出てきましたが、そうした要素が分かりやすく見て取れるのがこの杉山城です。ですから築城の教科書とも呼ばれているわけですね。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。この後はですね、武蔵嵐山駅に戻りまして、反対側の菅谷館を訪ねます。よろしければ引き続きお付き合いください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。